Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Soy Ren de Japón. Hoy voy a hablar japonés lentamente. Si entiendes lo que estoy diciendo, suscríbete ahora mismo, aquí, ¿vale? おっと、これはスペイン語ですね。僕のスペイン語、どうですか？このポッドキャストでは日本語を話すので安心してください。スペイン語ではありません。皆さん、こんにちは。レンです。皆さん、元気ですか？日本語を学ぶ準備はできていますか？日本語の旅を楽しむ準備はできていますか？いいね。今日のテーマは音読です。音読、知っていますか？音読っていうのは声に出して読むことです。それが音読です。例えば本を読むときに普通はこんな感じですよね。声には出さずに、ただ文章を見て読むだけ。これが普通の読書です。一方で音読はこんな感じです。入社してしばらくの間は所属する部署の先輩や上司とランチに行くことが多くなると思います。会社のこと、部署のこと、ビジネスマナー、社会人としての心得などを教えてもらう絶好の機会になるでしょう。こんな感じです。音読は文章を見るだけではなく、声に出して読みます。目だけではなく、口も使った読み方ですね。小学生の頃、たくさん音読をしていた記憶があります。学校では音読はよくありますよね。最近は皆さん音読していますか？実はこの音読、日本語学習にとっても役に立ちます。日本語を声に出して読むと、いろんな素晴らしい効果があります。今日は音読、声に出して日本語を読むことのメリットについて話します。メリットね。この動画を見ている人で、今実際に音読をしている人いますかね？僕の声に合わせてシャドーイングしている人いますか？たまにコメントでこのポッドキャストをシャドーイングに使っていると言われることがあります。今、シャドーイングをしている人、あなた、素晴らしいです。その調子です。シャドーイングも素晴らしい勉強法なので、皆さんもぜひやってみてくださいね。はい。それでは、音読の素晴らしい効果を全部で5つ話します。5個ね。この動画に合わせて実際に音読するのもいいですね。左にあるスクリプトを見ながら僕と一緒に日本語を声に出してみましょう。それではメリットの紹介に移ります。Let's go! 一つ目は
発音、イントネーションの向上です。日本語を声に出して読むと、発音やイントネーションが上達します。上達。これは実際に音読やシャドーイングをしている人は感じていることだと思います。実際に口を動かすことで日本語の発音パターンを自然に記憶することができます。日本語は発音やイントネーションが非常に大事です。イントネーションで意味が変わってしまう言葉もあります。例えば、雨と飴とかですね。雨と飴。他にも同じような言葉は同じだけど、イントネーション、アクセントが異なる単語はたくさんあります。そこで、イントネーションを鍛える手段として優秀なのが音読とシャドーイングです。本を声に出して読んだり、僕のポッドキャストに続いて声に出したりすることで、あなたの日本語の発音はとても上手になります。発音とかって個人的にすごい大事だと思うんですよね。たとえ日本語がうまく話せていなくても、発音が綺麗だと、それだけで日本語上手だなって感じます。皆さんの言語でもきっと同じことだと思います。特定の国のアクセントがないっていうのはネイティブにとってすごいことなんですよ。でも英語は違うかもね。英語はいろんな国で話されてるし、アクセントの種類はたくさんありますよね。まあでも、例えば、もし日本人が綺麗なイギリス英語を話していたら、イギリス人は驚くと思いますよ。そのくらい発音というのはコミュニケーションにおいて重要なんです。大事です。なので、皆さんも音読やシャドーイングを通して完璧な発音、完璧なイントネーションを身につけましょう。これが一つ目の効果。発音とイントネーションの向上です。では次いきます。音読のメリット、効果はまだまだありますからね。二つ目はスピーキング能力の向上です。向上というのは良くなること、向上することです。はい。音読をすると日本語を話すのが上手になります。これは実際に声に出して日本語を読むことがスピーキングの基礎練習になるからです。音読をすることでどんな文法が使われているのか、どんな単語を使うべきなのか、文章の流れはどうなっているのかということを
確認することができます。ネイティブの日本語を真似るので、自然とネイティブの日本語が分かってきます。ネイティブの日本語を覚えることができます。これは無意識であることが多いですね。意識的にスピーキング能力が向上しているというより、無意識で正しい文法、単語が身につきます。そういう意味では、イマージョン学習とも非常に相性がいいですね。大量に日本語のインプットをして、たまに音読やシャドーイングをするのもおすすめです。おすすめ。僕も実際、英語をインプットで勉強しているとき、よくやっていました。好きな YouTuber の動画を見て、たまにシャドーイングをしたり、好きな本を声に出して読んだりしていました。外国語を声に出すことは絶対に効果があります。私が保証します。保証。もし効果を感じなかったら、どうしようかな。もし効果を感じなかったら、僕がアイスクリームを買ってあげます。僕を信じて音読をしてみてください。スピーキングが絶対上手くなります。やっぱり外国語学習で最も効果的なのはネイティブの話し方を真似ることだと思います。真似る。真似るというのは相手と同じことをすることです。例えば、友達の髪型がとてもかっこいいので、その髪型を真似たみたいな感じです。言語学習の本質は真似ることだと思います。真似ること。みんなも僕の日本語を真似しましょう。真似よう。今、シャドーイングしている人います？もしいたら、あなたは最高です。シャドーイングをしていなくても、もちろん最高です。いつも見てくれてありがとうございます。ありがとうね。ポッドキャストから聞いている人もありがとうね。Spotify か Apple Podcast か。ありがとう。僕自身、ポッドキャストが大好きで、自分のポッドキャストを作りたかったんですよ。なので、ポッドキャストを聞いてくれると本当に嬉しいです。ポッドキャストアプリでもぜひ聞いてみてください。はい。話がそれましたね。今日のテーマは、日本語を声に出して読むことのメリットでしたね。はい。二つ目のメリットは、スピーキング能力の向上です。それでは次に進みましょう。三つ目は、リスニング能力の向上です。これは音読最大の効果だと思います。リスニングというのは聴解
ですね。聴解、リスニングです。音読をたくさんすると、日本語を聞いたとき、その意味が自然とわかるようになります。外国語は聞けば聞くほどわかるようになっていきます。加えて、聞こえた日本語を声に出して読むと、その効果はさらに上がります。耳だけでなく、目や口、舌も使うので、あなたの脳がより日本語を覚えます。脳っていうのは頭の中にあるものです。わかります？脳。頭の中にある臓器。それが脳です。体をたくさん使った方が記憶に残りやすいです。また、同時に話すときの口の使い方も覚えることができます。音読って最高ですよね。最高だよね。そうだよね。そうですよね。僕は個人的に初心者の時はアウトプットよりもインプットに集中するべきだと考えています。インプット。言語習得はインプットにより行われていると信じています。インプット仮説ですね。もちろん、アウトプットを否定したいわけではありませんよ。アウトプットも大事です。ですが、アウトプットを無理にするのは良くないと思います。初心者の時は、ネイティブと話すのは怖いですからね。無理してアウトプットする必要はないです。音読やシャドーイングはインプットでもあり、同時にアウトプットでもあります。耳や目を使ってインプットしながら、口を使って声に出すからです。なので、初心者の人にも非常におすすめです。聞くことと話すことを同時に鍛えることができるんです。ちなみに、鍛えるっていうのはトレーニングするということです。例えば、体を鍛えるとか、日本語を書く力を鍛えるという感じです。音読とシャドーイングであなたの日本語を鍛えましょう。僕があなたのパーソナルトレーナーですね。はい。パーソナルトレーナーです。厳しくいきますよ。一緒にムキムキな日本語を手に入れましょう。No pain, no gain. Let's go. はい。冗談です。自分のペースで楽しく学んでいきましょうね。自分のペースでね。はい。何の話してたっけ？何の話だったっけ？あれだ。音読とシャドーイングによってリスニング能力が向上するという話でした。日本語は特にスピードが速い言語なので、
音読でリスニングの練習をするのはとてもいいアイデアだと思います。リスニングが苦手な人はぜひ試してみてくださいね。今、僕が話していることがわからない人、少しだけシャドーイングしてみましょう。気軽に挑戦していきましょう。はい。以上が音読の効果3つ目。リスニング能力の向上でした。はい。4つ目の効果は、記憶が定着しやすくなるです。記憶っていうのはわかりますよね。記憶。覚えていること。メモリーです。定着っていうのは、くっついて離れないこと。固定することです。定着。音読すると、記憶が定着します。忘れなくなります。何かを覚えるときは、なるべくたくさんの体の部位を使うといいです。体の部位というのは体の一部のことね。本を読むときは体のどこの部位を使いますか？そうです。目を使いますよね。目を使って文字を読みます。ポッドキャストを聞くときはどうでしょうか？ポッドキャストを聞くときは耳を使います。では、音読では？音読やシャドーイングでは目と口と耳を同時に使います。3つも使うんです。見るだけ、聞くだけではなくて、実際に口を動かして声に出しますよね。音読をすると耳と口と目から日本語がインプットされます。複数の方向から日本語を吸収するので、とても効率がいいです。ただ、黙って読む、聞くよりも覚えやすくなります。黙るっていうのはこうです。はい。これが黙るです。黙って読むよりも記憶に残りやすくなります。素晴らしいですね。音読やシャドーイングをすると脳が活発に働くので覚えやすくなります。活発というのは元気があること、勢いがあることです。わかりますか？活発。脳が活発になります。はい。これが4つ目の効果。記憶が定着しやすくなるです。はい。次で最後です。みんなまだ聞いてる？ここまで聞いてる人いるのかな？みんな聞いてますか？もし聞いてたらコメントで聞いてますって書いてください。お願いします。なんかちょっと不安なんですよね。みんな聞いてるのかな？聞いてたらコメントで書いてください。はい。コメント書いてくれたらすごく嬉しいです。ポッドキャストって一人で話し続けるので寂しいんですよね。誰かと話したいですね。友達と話す動画も
いつか作ろうかな。期待していてくださいね。はい。さて、音読のメリット5つ目は、日本語に集中できるです。そうなんです。声に出して日本語を読むと集中できます。口を使うからね。まず、外国語を話すっていうのは、とても複雑な行為なんですよ。とても難しいことです。外国語を話そうとしているときは、外国語に集中するんです。というより、集中しなきゃ音読できないですよね。他のことを考えながら音読やシャドーイングってできないですよね。音読っていうのはそれくらい複雑なことです。故に日本語だけに集中することができるんです。皆さん、今集中してますか？集中しましょうね。集中。コメント欄を見てませんか？スクロールしてませんか？フォーカス。フォーカスですよ。集中。集中しましょう。集中することは日本語習得の近道、ショートカットです。近道っていうのはショートカットね。近い道なので、早く日本語をマスターできるという意味です。近道。なのでみんな、集中しよう。フォーカス。僕も今、集中してますよ。動画撮影に集中しています。はい。これが音読することの効果5つ目。日本語に集中できるでした。最後におまけとして音読やシャドーイングのポイントを紹介したいと思います。僕個人のおすすめのやり方ですね。まず、音読やシャドーイングはやりすぎないこと。やりすぎないでね。やるとわかると思うんですけど、音読ってすごく疲れます。疲れます。口の筋肉が痛くなります。痛くなります。なので、やりすぎないでくださいね。2、3分くらいやるのがベストかな。そのくらいにしてね。音読は長くやりすぎないようにしましょう。僕は昔、英語でシャドーイングをしていたときに、30分のポッドキャスト全部をシャドーイングしようと思って諦めましたね。諦めました。めちゃくちゃ疲れました。疲れた。はい。なので、僕のポッドキャストでシャドーイングをするときも2、3分くらいにしてくださいね。やりすぎに注意。次のポイントは、同じものを何回も読むことです。繰り返すことです。言語学習においては、繰り返すことは最強の勉強方法なんです。何度も何度も繰り返すことで発音とか単語も覚えられます。一回シャドーイングするだけじゃなくて5回くらい繰り返す
ようにしてみましょう。もっとやりたい人は10回でもいいですよ。繰り返すことは日本語学習に非常に効果的です。なので僕の動画を何度も見て何度も音読してくださいね。最後のポイントは音読しているときに意味を考えることです。これはシャドーイングでも同じですよ。声に出しながらその意味を考えるとさらに効果的になります。でもそれってすごく疲れますよね。なのであまりやりすぎないようにね。無理のないように楽しく日本語を学んでいきましょう。僕が皆さんを全力でサポートします。僕がいるので皆さんは大丈夫です。大丈夫ですよ。僕がいますから。僕が皆さんをペラペラにします。頑張るぞ。それでは今日の動画はこれで終わります。また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様。